七子は今日は何を？藤色のワンピースです。毎日大変だね。もう特会引っかえ。1週間、授業が始まって1週間が経ちました。とりあえず私の1週間のローテーションをここに発表します。月曜、テーラードのロングジャケットにプリーツスカート。火曜日、オープンカラーのブラウスにカーディガン、色はベージュで統一。水曜日はシングルジャケットスーツでトラッドに決めます。木曜日は制服とし、金曜日のコバルトグリーンへとつなぎます。でもこれはあくまでも予定。嬉しいことや悲しいことがあったら多分変わります。お兄様、花はもうすっかり散ってすがすがしい葉桜になりました。手紙？手紙出してるの最近、例の彼に。やだ、彼じゃないの、お兄様。似たようなもんじゃない。全然違うの。お兄様はお兄様だもの。わかんないな。わかんなくていいの。だってさ、うちの兄貴なんてうるさいだけだよ。あ、そうか、ごめんごめん。お兄様は兄貴とは違うのか。知らない。そうなんです、お兄様。あなたは智子の言うように彼でもないし兄貴でもないのです。でもあの日、雪の降り始めたあの日、私はあなたがどうしても必要な人だと思ってしまったのです。じゃあみんな、この問いを5分で解くこと。あっあなたは進学教室のアルバイトとして4週間私たちを教えてくださいました。そしてその日があなたの最後の授業でした。あれは断じて恋などではなかったのです。恋ではなかった。ただ最後の授業の日を迎えて、もうお目にかかれなくなると思った瞬間、ただこのまま通り過ぎてはならないと思ってしまったのです。道で出会い一言も交わさずすれ違ってしまう人とは違う、絶対違う、そんなのは嫌だと。幼い日を今に映す暗褐色の瞳、その不思議な眩しさに心惹かれたのかもしれません。断じて恋ではなくて、恋ではなく。質問？ああ、いいよ。何ページだい？お兄様になってください。お兄様？ご迷惑はかけません。手紙を読んでくださるだけでいいんです。ちょっと待ってくれよ。それで暇な時にでもお返事いただけたら嬉しいな、なんて。あのね。お返事いいです。読んでくださるだけで。本当です。本当に私のどこにあんな勇気があったのか今でも不思議です。それ君、名前は？みその七子です。みそのって、ひょっとして上東大のみその教授の？おい、ヘンミ、どうしたんだ？早く引き上げないと雪がどんどん深くなるぜ。ああ、すまん。ちょっと待ってくれ。父をご存知なんですか？いや、教授の書いた本を何冊か読んでるし。これ、僕の住所。それじゃあ。最初の手紙は高校合格の知らせにしてほしいな。はい。じゃ。お兄様。幼い日から胸ときめかせた言葉。幼い日から胸ときめかせたこの言葉。お兄様。優しいその響きがその時私のものになったような気がしたのです。次は青蘭学園正門前。
ともこ、ねえ、今度の日曜ママがねキッチン開けてくれるって。本当？やったー。ねえねえ、今度何挑戦する？チョコレートケーキはどう？うわー、賛成。ラム酒とかナッツとかドライフルーツとか入れて、ふわふわの生クリームたっぷり添えちゃう。ねえ、仕上げにミントの葉っぱ飾ろうよ。最高。腕が鳴る。でも材料費割り勘。おはよう、ナナコさん。おはよう。もうさっきから呼んでるのに聞こえなかった？ね、いつもこの時間ね、投稿。じゃあ私も合わせようかな、時間。どうも。さあ急ぎましょう。1時間目は今井先生。いつも少し早めにいらっしゃるの。どうも。素敵よ、みそのおさん。今日のお洋服。おはようございます、お姉様方。おはよう、子猫ちゃん。子猫ちゃん。さあ、もうチャイムは鳴ったよ。早く席に着いた。そんなわけないわよね。そうこらこら、自分の席に戻って。素敵です。カオルの君の怒ったお顔。いいんだ。カオルの君に叱られて。私も怒ってください。あなた、そこどいて。私と席変わってちょうだい。どうして？いいじゃない。私、みそのおさんの隣に座りたいのよ。でもそんなこと。どうしたそこ、揉め事か？ほら、うるさいから早く。はい、これあなたのね。あなたの。One of the most interesting way to get to London is through the Soviet Union. Of course, this country has its problem, so you may have problems too. However, I prefer to think of them not as problems, but as adventures. よいわ、おそばに来れて。お兄様、この忍マリコさんの顔、どこか他の人と違っていると入学式の時から思っていたんです。そしてそれは不思議なほどの唇の赤さのせいだったのです。なに、人の顔ばかり見て。あなたの唇が。あ、これ教えてあげる。見て。ほら、こうやってしょっちゅう歯で噛むのよ。だって赤い方がお姉様方が喜んでくれる。なんでもない。とにかくこうやってれば自然に赤くなるの。あなたもやってみれば。私はいい。なんともあでやかで驚くほど強引で、どこか謎めいていて、忍マリコさん、私を戸惑わせてばかりいるのです。お願いします。やだ、美咲さん。だって本当だもの。うちじゃパパもママも大騒ぎ。何しろママも青蘭の卒業生で元ソロリティのメンバーだったんですもの。素敵。それじゃあ親子2代のソロリティメンバーズじゃない。あら、まだわかんないわ。またもう決まったようなものよ。そんな。でもね、実はパパにおねだりして審査パーティーに着ていくドレスもう作っちゃったの。ほら、やっぱり。ここよ、ななこさん。いよいよ今日ね。やだ、ソロリティよ。5時間目のホームルームの時、候補生の発表があるの。
それで美咲さんたちさっき。美咲彩、彼女も有力候補なのよね、残念ながら。私あの人嫌いなの。そんな。本当に嫌いなんだもの。中等部の時から腐れ縁でずーっと同じクラスだけど、ほんと嫌なやつ。ねえ、どう思う？私ソロリティの候補に選ばれると思う？さあ、私ソロリティのことよくわかんないから。実は自信あるのよね、私。ソロリティメンバーズ、選ばれた人たちのみが入会できるこの学園のスペシャルサロン。マリコさんも美咲さんもどこかピリピリとして。入学するまでソロリティの存在さえ知らなかった私にとってはまるで別の世界の話。この素敵な学園で唯一私が気になることでもあります。別に欠点というほどでもないのですが。サンジュスト様。気がつかなかった。目があったのに。もう忘れてるんだ。どうしたの？始まるわよ、5時間目。サンジュスト様！サンジュストありがとう。これ相変わらずの人気だな。カオルの君ほどじゃない。確かに。しかしまあ、いつもながらむさ苦しい格好だ。誰かさんみたいなブルジョア趣味はないからね。貴族趣味と言ってほしいな。で素敵なツーショット、どちらも美しい。バスケット部にまた復帰したって？あどこがいいんだ、埃と汗の。勝手だろう、人の。じゃあまた。あ道を開けなさい。どうぞ。ほら、いよいよだわ。お静かに。今からソロリティメンバーズの候補者を指名いたします。呼ばれた方はこちらへいらしてください。忍マリコさん。素敵だわ。おめでとう。やっぱりだわ。やね、まだ候補生よ。前へ。それから折原薫さん。こちらへどうぞ。あ、せっかくですが私は辞退します。珍しい方ね。理由をおっしゃってくださる？ソロリティの存在そのものに反対だから。ソロリティの存在そのものに反対だからなどと言うときっと角が立つでしょうから、私は健康という条件に当てはまらないからということにしておきましょう。そう。残念だわ。でも正直におっしゃってくださってありがとう。
ではこのクラスからの候補生最後のもう一人、みそのななこさん。ちょっと何が納得できないのよ。決まってるじゃない。みそのおさんのどこがソロリティにふさわしいっていうの？そうよね、美咲さんの言う通り。自分ならふさわしいって言いたいの？おだまり、このポルノ作家の娘。なんですって？中等部の時から知っているんだから。雑誌にいやらしい小説ばかり書いている氷川忍があなたのパパだってこと。みんな知っていたんだから。かわいそうだと思って知らないふりしてあげてただけなんだから。何よ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 。いくら寄付が多いか知らないけどね、みそのおさんと同じよ。あんたなんかソロリティにふさわしくないわよ。それぐらいにしたら、もし子供が親を選んで生まれてこれるならつくづくいいだろうなと私は思うよ。忍さん、モノリザお姉様。いいのよいいのよ、あなたは悪くないわ。私たちの選択が納得できませんか？できません。では辞退なさった折原さんの代わりにあなたを候補生にしても構いません。その代わり私の否決票1票で間違いなくあなたは落とされますよ。毎年こうやって大勢の新入生が争う。争いは人を強くします。多くの戦いをくぐり抜けて選ばれることはソロリティメンバーズの資格の一つです。みそのおさん、審査のためのパーティーは今度の日曜日正午からソロリティハウスで。はい、これが招待状です。お兄様。じゃん、20分も待ちましたぞよ。すごかったね、ソロリティの発表。私のクラスなんかみんなギラギラしちゃってさ。どうしたの？嘘でしょ？そんな、どうして？私だってわからない。でも忍さんと2人。そうで、どうするの？一応審査パーティーには出なくてはと。今度の日曜じゃないか。ケーキ焼く約束した。
智子。でも多分大丈夫。絶対審査落ちるから私。ごめん智子。私の方こそごめん。私の七子がシンデレラになったんだもんね。付属中から来た連中の鼻を沸かしてやりましょう。智子。帰ろう。もう正門閉められてしまうわよ。美咲さん、このまま黙って引き下がるわけにいかないの私。お兄様、ガラスの靴を落として逃げたシンデレラは午前0時の鐘の音とともに元の姿に戻ります。私の午前0時はいつなのでしょうか。日曜に見た素敵な夢があなたを見てほっぽっちゃって飛んでっちゃった。ほんの少しの負けず嫌いがあなたのため突っ張っちゃって頑張っちゃった。恋する気持ちには心に「妖精たちのいたずらゲームで飛んで踊る」「いつも気まぐれ」ソロリティの候補生に指名された七子を見る学内の目は冷たく、七子を中傷する怪文書がまかれた。さらに審査パーティーの前日、七子の家に女王一宮富貴子を名乗る謎の電話があった。次回、七子失格。お兄様、涙が止まりません。